10秒押すだけ、四十肩、五十肩の痛みを消す最強のセルフ整体をお伝えします。はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回はですね、10秒押すだけ、四十肩、五十肩の痛みを消す最強のセルフ整体の方法をお伝えしていきたいと思います。はい、四十肩、五十肩はですね、ストレッチをして伸ばしたとしても痛みは解消されません。むしろですね、痛みが増してしまうことが多いんですね。そこで今回はですね、押すという刺激を入れることによってですね、ストレッチよりも痛みをピンポイントで消して、さらに短時間で効果が出る方法になりますので、ぜひですね、今回の方法をご活用いただければと思います。はい。ではですね、早速なんですけども、四十肩、五十肩の痛みを消すために、一体どこを押していけばいいのかということについてお伝えさせていただければと思います。はい。まずはですね、四十肩、五十肩の痛みっていうのは、どのような痛みの出方かというとですね、肩を上に上げていただいて、肩が痛いとか、腕を後ろに回していただいて、肩が痛いという痛みなんですけども、これというのはですね、肩の動きが本来の動きをしていないから痛いんですね。ではですね、なぜ肩が本来の動きをしていないかというと、肩だけではなく肩甲骨と一緒に動いていないからなんですね。はい。肩甲骨が動かないことによって肩が動きすぎてしまう。肩が動きすぎてしまうことによって肩の関節が詰まってしまったりとか、肩が動きすぎてしまうことによって肩の前が突っ張ってしまったりとか、そうすることによって炎症が起こってしまって四十肩、五十肩の状態になってしまいます。ではですね、四十肩、五十肩の痛みを消すためにはですね、肩の関節だけではなく、肩甲骨の動きを良くするっていうことがですね、ポイントになってきます。では、肩甲骨の動きを良くするためにはどのようにしていくかというと、肩甲骨の位置を正すということになるんですね。はい。肩甲骨が外に出てしまっている。肩甲骨が外に出てしまっているというのは、肩が前に出てしまうことによって、肩甲骨が外に出てしまって、肋骨とのですね、隙間がなくなってしまって肩甲骨が動かなくなってしまって、肩がしょうがなく動きすぎてしまうことによって、結果肩が痛くなってしまうということなんですね。なので、肩甲骨の位置を正すために、どこを押していくのかということになります。はい。今回ですね、押していただく場所というのは、5つあります。はい。まず1つ目。1つ目はですね、小胸筋という筋肉になります。小胸筋というのは鎖骨の下、胸の前についている筋肉ですね。この筋肉が硬くなることによって肩が前に出て肩甲骨がペタッとくっついてしまいます。はい。そして2点目。2点目はですね、広背筋というですね、脇の下についている筋肉になります。脇の下の広背筋が硬くなることによってですね、これもまた肩が前に出てしまって肩甲骨がペタッとくっついてしまいます。はい。そして3点目。3点目はですね、肩甲下筋というですね、筋肉になります。肩甲下筋という筋肉もですね、肩甲骨を前に出してしまってですね、肩甲骨が動かなくなってしまうという筋肉になるんですね。そして4点目。4点目はですね、腕の筋肉。腕のですね、この上、外側にあるですね、腕頭骨筋という筋肉になります。この筋肉がですね、硬くなってしまうことによってですね、手が内側に入ってしまうんですね。手が内側に入ってしまうことによって結果的に肩が前に出て肩甲骨が動かなくなってしまう。そして5点目。5点目は前腕のですね、内側にある筋肉。内側にねじる筋肉になるんですね。この筋肉が硬くなることによっても手が内側に入ってしまって結果的に肩が前に出てしまって肩甲骨が動かなくなってしまう。なのでこの5点の筋肉をですね、緩めていく。押すという刺激を入れることによって肩甲骨の動きがですね、本来の動きになって肩の痛みが消えるということになります。はい。ではですね、お待たせしました。実際にですね、あなたの四十肩、五十肩の痛みをですね、消していきたいと思います。はい。まずですね、押す刺激を入れる前に、あなたの肩の痛みの状態がどのような状態なのかということを把握しておいていただきたいんですね。一番簡単なのは、腕を上に上げていただいて、肩が詰まる感じがあるかどうか。そして、頭の後ろに回していただいて、さらに肩のですね、詰まり感、痛みがあるかどうか。そして腕を後ろに回していただいて、肩の前がですね、こう突っ張る感じがあるかどうか、痛みがあるかどうかということをですね、確認しておいてください。はい。そこでですね、早速1点目押していきたいと思います。1点目は小胸筋ですね。はい。小胸筋に対して
ピンポイントで押す刺激を入れていきたいので、まず場所の見つけ方をお伝えしていきたいと思います。まず鎖骨をですね、探してみてください。鎖骨のですね、下ですね。鎖骨の下の方にですね、まず指を置いていただきたいんですけども、場所的には鎖骨の内側、外側のだいたい真ん中あたりですね。真ん中あたりに4本の指をぐっと押していただいて、この状態で腕をですね、内側にねじっていただいて、肩を前に出していただくと、硬くなる場所があるんですよ。そこの一番硬くなる場所、盛り上がってくる場所が小胸筋の押すべき場所になります。そこに対してぐっと指を置いていただいて、この状態で10秒間押していただいてもいいんですけども、さらにですね、刺激を入れるために、ぐっと押していただいた状態で、手をですね、外側にぐっとねじっていきます。手を外側にねじることによって、さらにですね、小胸筋に対して刺激が入ることになりますので、押しながら手を外側にねじる。この動きをですね、5回繰り返していきたいと思います。では、いきます。手を内側から小胸筋にぐっと圧を入れていただいて、手を内側にひねる。1、戻して、2、戻して、3、戻して、4、戻して、5。ゆっくり戻します。これで小胸筋は完了になります。はい、続きまして2点目。2点目は広背筋、脇の下の筋肉になります。はい、まず腕をですね、このように上げていただいて、脇の下の筋肉をですね、ぐっと4本の指と親指でぐっとつまむようにですね、押していきます。この状態でですね、できるだけ肋骨寄りですね、肋骨寄りの部分をぐっと押していただいて、手を内側にねじっていただくとぐっと硬くなってくる場所があるかと思うんですね。この場所に対してさらにですね、ぐっとピンポイントで圧を入れていただくことによって広背筋にですね、ピンポイントで押す刺激が入ります。この状態で10秒間押していただいてもいいんですけども、押しながらさらにですね、手を内側にねじっていただくと広背筋にさらに刺激が入るようになりますので、だいたい痛気持ちいいくらいの強さでですね、手を内側にぐっとねじって戻す。これをですね、5回繰り返していきます。まずは広背筋にぐっと圧を入れていただいて、手を内側にねじる。1、戻して、2、戻して、3、戻して、4、戻して、5。ゆっくり戻します。これで広背筋は完了になります。はい、続きまして3点目。3点目はですね、肩甲下筋という筋肉になります。ここはちょっとピンポイントの場所なので、少しですね、押すのが難しい場所なんですけれども、しっかり説明していきます。まずはですね、4本の指を腕を上げていただいたら、脇の下の筋肉のできるだけ肋骨寄りに置いていただいて、指をですね、背中に向かって、後ろに向かってぐっと突き刺すようにですね、入れていきます。この状態でですね、手をぐっと内側にねじってみてください。手を内側にねじっていただくと、ぐっと硬くなる場所があると思うんですよ。これが肩甲下筋になります。コツはできるだけ肋骨寄りですね。肋骨寄りで指を後ろにぐっと押して手を内側にねじって出てくる筋肉。この筋肉に対してぐっと圧を入れていくんですけども、この状態で10秒間押していただいても結構なんですけども、この状態でさらに手を内側に入れると、さらにですね、肩甲下筋に刺激が入ります。なので、だいたい痛気持ちいいくらいの強さでぐっと押していただいて、手を内側にぐっとねじって戻す。これを5回繰り返していきたいと思います。はい。ではですね、指をぐっと後ろに押していただいて、手を内側にねじって、1、戻して、2、戻して、3、戻して、4、戻して、5。ゆっくり戻します。これで肩甲下筋は完了になります。はい、続きまして4点目。4点目は腕頭骨筋になります。はい。この筋肉のですね、見つけ方というのは、まずはですね、このように手を伸ばしていただいて、手のですね、上がこのですね、こう盛り上がっている場所になるんですけども、大体この盛り上がっている場所の頂点に指を置いていただきましたら、親指をぐっと上に上げてみてください。親指を上に上げていただくと、さらにぐっと硬く盛り上がってくる場所があると思うんですね。ここに対して親指をぐっと押していきます。で、この状態だとなかなか奥に刺激が入りませんので、肘を曲げていただくと腕頭骨筋が緩みますので、この状態で緩んだ状態で親指をさらに下にぐっと圧をかけていきます。そうすると痛気持ちいいくらいの強さで結構ですので、このまま10秒間押していただいても結構なんですけども、さらに刺激を入れるためにですね、手を内側にぐっとねじっていく。
そうするとさらにですね、腕頭骨筋に対して刺激が入りますので、内側にねじって戻す。これを5回繰り返していきたいと思います。まずは腕頭骨筋に対してぐっとですね、痛気持ちいいくらいの圧をかけていただいて、この状態のまま内側にねじって戻す。では5回いきます。内側に戻して1、内側にねじって2、内側にねじって3、内側にねじって4、内側にねじって5、ゆっくり戻します。これで腕頭骨筋は完了になります。はい、続きまして5点目。5点目はですね、前腕の内側の筋肉、屈筋、そして界内筋群という場所になります。はい、この見つけ方というのはですね、まずこのように肘を曲げていただいて、前腕のですね、内側、肘の内側のですね、場所に指を置いていただきます。この状態で指をぐっと握りしめて手首をですね、ぐっと曲げていただくと硬くなる場所、さらに内側にねじるとさらに硬くなる場所ありますよね。この筋肉になります。これ一番盛り上がるところに対してぐっと親指を入れていただくと痛気持ちいい形になりますので、このままですね、10秒間押し続けていただいてもいいんですけども、ここをぐっと押しながらさらに手を内側にねじることによってさらに刺激が入りますので、内側にねじって戻す。これをですね、5回繰り返していきたいと思います。ではいきます。前腕の屈筋群にぐっと親指を入れていただいて、この状態で内側にねじって戻す。1、2、内側にねじって3、内側にねじって4、内側にねじって5、ゆっくり戻します。これで前腕の屈筋群も完了になります。はい、ここでですね、四十肩、五十肩の痛みの原因を作っていた5つの筋肉に対して押す刺激を入れることによって原因をですね、消すことができました。ではここでですね、先ほどの動き、もう一度確認してみてください。腕を上に上げていただいたりとか、頭の後ろに回していただいたりとか、腕を後ろに回していただくこと。はい。先ほどと比べて痛みがなくなっているのお分かりになりますでしょうか？というのはですね、やはり四十肩、五十肩の痛みの原因というのは肩がうまく動いていない、肩甲骨がちゃんと動いていないということになるんですね。なのでこの5点に対してですね、刺激をしっかり入れることによって四十肩、五十肩のですね、痛みを根本から解決することにつながっていくことになります。はい、ということで今回は10秒押すだけ四十肩、五十肩の痛みを消す最強のセルフ整体の方法をお伝えさせていただきました。はい、1回10秒を5箇所、約1分もかからない方法になりますので、ぜひですね、あなたの日常生活に取り入れていただいて、あなたのお悩みの解決にですね、ご活用いただければと思います。また、動画の冒頭でお伝えさせていただきました、来月の7月2日、私の新しい本が発売されます。はい、こちらですね。10秒押すだけ痛みを消す最強の整体という本になります。はい、実はですね、今回の動画の内容というのは、この本の内容の一部をご紹介させていただきました。はい。この本の中では、首こり、肩こり、腰痛、膝痛、股関節痛、四十肩、五十肩という形で、あらゆる体の痛みをですね、ストレッチではなく、押すという刺激を入れるだけでですね、痛みを消す方法というのをですね、すべてご紹介させていただいております。今まではストレッチではですね、解決しきれなかったものをですね、押すという刺激を入れることによって解決できるような内容になっておりますので、ぜひですね、今回の私の新しい本ですね、ご覧になっていただければと思います。はい。この本の詳細ですね、動画の下の説明欄の方にですね、貼り付けさせていただきましたので、ぜひですね、ご覧になっていただければと思います。この動画が役に立ったという方はぜひですね、高評価いただければ励みになりますので、よろしくお願いします。また、動画に関するご質問がありましたら、コメント欄にてご質問いただければ、順次動画でお答えいたしますので、どしどしコメントお待ちしております。今後もあなたを健康にするための情報をどんどん発信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。では、次の動画でお会いしましょう。さようなら。